皆さん、こんにちは。グレートメンチャンネルにようこそ。このチャンネルは、世界の偉大な人々を2人の女の子が楽しく紹介していきます。興味のある方はチャンネル登録とグッドボタンをオンにしていただけると嬉しいです。こんにちは、さくらです。ひなたです。今日は古代ギリシャの偉大な哲学者、アリストテレスについて詳しく話していくよ。アリストテレスって、どんな哲学者だったの？アリストテレスはプラトンの弟子にあたるの。プラトンの設立した学園、アカデメイアで学び、後に自分の学園リュケイオンを設立したわ。彼は哲学だけでなく、生物学、物理学、倫理学、政治学など、様々な分野に影響を与えたの。そんなに幅広い分野に影響を与えたなんて、すごいね。そうよ。アリストテレスは特に実践的な知識を重視していたの。彼は実験や観察を通じて知識を得ることの重要性を説いたわ。実験や観察を重視するなんて、現代科学にも通じるね。実はアリストテレスは自然学者としても非常に重要な人物なのよ。彼は動植物に関する広範な観察を行い、その記録は後の生物学の発展に大きく貢献したわ。哲学者が自然学者だったなんて意外。そうなの。アリストテレスは動物の分類を試みたり、植物の生態について研究したりしていたの。彼の自然に対する好奇心は現代科学の先駆けとも言えるわ。自然に対する好奇心が後の科学に影響を与えたんだね。本当にそうよ。さらにアリストテレスは全てのものは目的を持って存在するという目的論的な視点を持っていたの。これは彼の自然観察にも反映されているわ。目的論的な視点ってどういうこと？つまりアリストテレスは自然界の物事にはそれぞれに目的があり、その目的に向かって発展すると考えていたのよ。例えば植物や動物が成長し繁殖することはそれぞれの種を維持する目的があるからという考え方ね。なるほど。それって現代の生態学にも通じる考え方だよね。本当にそうよ。アリストテレスの考え方は単に哲学にとまらず、自然科学や生態学にも大きな影響を与えたの。アリストテレスの思考は本当に多岐にわたっていて深いね。他にもアリストテレスは宇宙に関して天動説を唱えてたわ。アリストテレスは宇宙についても考えていたの？そうなの。実はアリストテレスは地動説を否定していたの。彼は地球が宇宙の中心にあると考え、天体は完璧な円を描いて地球の周りを回っていると考えていたわ。今とは全く違う考え方だね。そうね。そのおかげでこの天動説が世間に受け入れられ、長い間信じられてたの。アリストテレスの時代には天体の観測方法が限られていたから、彼の考え方も当時の知識に基づいていたのよ。今思うとアリストテレスの考え方って当時の科学の限界を反映しているんだね。本当にそうよ。アリストテレスの宇宙観は後の中世ヨーロッパの科学に大きな影響を与えたわ。特に地球中心説は長い間支持されたの。それにしてもアリストテレスって本当に多くの分野に影響を与えたんだね。その通り。アリストテレスはまた彼の師であるプラトンとは異なる多くの点で独自の思想を展開しているの。例えばアリストテレスはプラトンのイデア論に反対し、より具体的で実証的なアプローチを重視したわ。プラトンの弟子でありながら独自の道を歩んだんだね。そうね。アリストテレスの考え方は後の科学や哲学の発展において非常に重要な基盤を築いたのよ。アリストテレスの思考は今でも学ぶべきことがたくさんあるね。本当にそうね。アリストテレスはまた資源因説で知られているわ。これは物事の存在理由や成り立ちを説明するための理論よ。資源因説？それはどんな理論なの？物事の目的因、形相因、質量因、作用因の4つの原因を通じて物事がなぜ存在し、どのように存在するかを説明するのよ。なるほど。それって物事の存在を深く理解するのに役立ちそうだね。そうよ。さらにアリストテレスは倫理学においても重要な業績を残しているわ。彼は中庸の徳という概念を提唱して、過度なものと不足なもののバランスを大切にすることを説いたの。中庸の徳って現代の生活にも活かせそうだね。本当にそうよ。中庸が最強と言われるのは、両極端の要素をどちらもバランスよく取り入れていくことがどんどん成長につながるということなのよね。アリストテレスの哲学って
本当に奥が深いね。皆さんはアリストテレスの哲学や理論についてどう思いますか？今日はここまで。また次回、新しい哲学者の話でお会いしましょう。バイバイ。本日は最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。